こんにちは、竹千代です。この動画は低クオリティ低画質でお送りいたします今日はですね、乙女峠走りたいと思います。さあ行きますよ。後方確認、前方確認、左右全部よーし。恥ずかしい、隣に人がいた。これね、正直結論から申しますと、峠を攻めたりツーリングして楽しむというよりかは、国道138号線をゆらりゆらりとドライブ楽しむっていう感じですね。よってほとんどの方、もしかしたら御殿場から箱根に来たり逆もしかりなんですけど、必ずねそこ通る道でございますから、皆さんね多分ねコンプリートしてるかもしれませんね、この辺り通るときは。それじゃあ行きますか。箱根金太郎ラインから来たわけなんですけども、で金時神社経由いたしまして、ちょっと駐車してたんですよね。でもう乙女峠のスタートラインは誠に勝手ながらではございますが、ここの出口からスタートしようかなという感じなんですよ。そう、この出口正面見てください。ここにファンツードライブレンタカーって書いてあるんですが、これ結構ね有名なんですよね。イニシャル D の FD チックなものとか86もレンタカーで借りることができまして、 NSX R34 スカイラインもひょっとしたら借りれるかもしれないんですよ。これいいよね。ただ値段はねちょっと高いです。 1.5 時間で1万5000円から2万円したり、86だったら9900円でいけたのかな。さあもう乙女峠スタートしております。ここが出発地でございます。で終着地はですね、深沢東っていう交差点があるんですけど、そこを左に曲がりますと国道401号線、いわゆる長尾峠の始発点になるんですよ。でそこに乙女の鐘っていうのがありまして、でそこを終着地にしようかなと思っております。国道401号線長尾峠も走った動画がございますから、ぜひぜひご覧くださいませ。竹千代 D でございます。さあ行きましょう。さあおそらく距離としては7キロ弱ぐらいしかないと思うので、片道10分ぐらいで多分行けちゃう道路なんですよ。もう走ったことある人だったら、もうこれただのドライブじゃねえかよなんてね思うかもしれませんが、投資で行きましょう。乙女橋でございます。でごめんなさい、乙女峠の由来は正直わからなくて調べなくて申し訳ないんですけども、乙女峠ってね、峠ってつくとどうしてもワインディング道路とか想像するとは思うんですが、おそらくねハイキングコースで使われる峠道が乙女峠なんじゃないかなとは思っておりますよ。地図とかで見ますと、その乙女トンネルっていうトンネルがあるんですが、その上にハイキングコースで乙女峠って書いてあるんですよ。だから多分乙女峠って呼ばれてるのかな。でさらに今看板見えましたでしょうか。ここ左に曲がると長尾峠って書いてあるんですが、ここもですねもう一つの長尾峠と言われているところでございます。っていうか私が勝手に命名してるんですけど、めちゃめちゃ細い長尾峠でございます。さあ私たちはこのまま道なり方向乙女峠を走っている今日この頃、またの名を乙女街道とも言えそうなんですよね。でところどころでこのような、ここはいいか、パーキングエリア的なものがあって、なんかね箱根の小さな道の駅って書いてありますね。ここでひととき休憩を過ごすというのもいいかもしれません。やっぱり普通の国道138号線をまっすぐ走っているだけで、でもこれでも、プラスに考えれば気持ちいいな、そういうふうに思いますよ。目の前の山とかも見るとね、うおーでっかいのが、スギ花粉がすげーとかっつってね思います。さあこれ左まっすぐ行きますと、こちら乙女トンネル、乙女水道でございます。乙女トンネル出口に差し掛かりました。出口に差し掛かった瞬間に静岡県御殿場市に入るんですよ。これ看板がね確かこの辺りで見えるはず。さあこちらです。静岡県御殿場市に入ってまいりました。そしてその瞬間ですね、こちらに見晴らしのパーキングというものがございまして、確か乙女の鐘みたいのも見えるのかな。で右手の方に綺麗な富士山が見える今日この頃でございます。しかしね今あいにくの天気でございまして、いや素晴らしい曇り空と言った方がいいのかな。富士
れはそれでまた楽しい一興かなと思っております。さあ道の方が結構この辺ぐねぐねした道でございまして、高速コーナー的なものが続くような山なんですね。なんで乙女街道っていうんだろうね。それがちょっと謎だなって思ってしまいます。ただしかし道は道、楽しいでございますよ。さあもうすでに乙女峠を走っている今日この頃、なんだろうな、特に気をつけなきゃいけない点はなさそうな気がするんですよ。普通の運転をしていれば乙女峠は難なくクリアできるんじゃないかなと、そういう風な感じしますね。さあぐるっと左カーブ、ただこの左カーブを曲がった先にヘアピンカーブがあるんですよ。そこはあんまり突っ込みすぎないように気をつけようねっていうところかもしれない。多分ね、ちゃんと取れてるよね。ケツ痛い。さあ私の2台先走るのは大型トラックも難なく曲がれたので、私たちも曲がれるよね。ただちょっと今ブレーキを踏んでいないんですが、前の車にちょっとついていってしまう。前の車からしてみたら、お前なんだよあいつよ、なんか変な車がぴったり突き上がって煽り運転勘違いされそうですよ。それがやっぱり怖いところでもあり、人それぞれの感覚というのは難しいな、そういうふうに思います。さあこの辺りぐるっと曲がって少しぐねぐねとした、ただ足柄峠箱根金太郎ラインと比べますと道幅もさすが国道だけあって広いですから、なんだろうね、なんかうわーって構える必要もないですし、やっぱり中央車線があることによって対向車もねそこまで意識するってことはありませんから、気楽でいいですね。乙女峠は気楽な道でございます。さあうねした道を曲がっていって、確か富士八景っていうなんかね日帰り温泉みたいなのもね確かあったような気がするな。このままね行きましょう。でこっから雲がなければひょっとしたら左斜め前方方向に富士山が見えたりとか、もしかしたら足高山みたいな山も見えるのかもしれませんね。ただ車がもしいなかったらなんかとんでもないスピードで曲がったりとかする人もいそうなので、そのあたりはやっぱり十分気をつけなきゃいけないよな。こういった左のカーブとかね、道が広いから曲がれるだろうっつって油断していたら急にアンダーを出して曲がりきれなかったりとか、はてまたね、なんかこうハンドルを切りすぎちゃってやばいどうしようっつってガードレールに突っ込んでしまったりと、でも富士の裾野がうっすらと見えて綺麗だなっていう感じもいたします。いいね、ゆったりできていいですね。そう普通に考えるとなんだよつまんねえなこの道、そう思うかもしれませんが、プラスに考えると渋滞もするわけではございませんから、ゆったり走れていいな、そういうふうに思った方がいいです。何でもねプラスに変換するっていうのがいいと思います。逆転の発想ですね。もちろん楽しい時は逆転の発想はする必要はございませんが、つまんない時こそ逆転の発想で楽しんでいくっていうのが今昨今のつまらない世の中を生き抜いていく術、そしてコツなのかもしれませんね。さあ間もなく今箱根峠401号って書いてあると思うんですが、ここを左に曲がります。さあここで乙女峠は終わりでございます。往路はおしまい、次は復路。その前に左に曲がって、でこっからですねイニシャル D の401号線長尾峠と言われているところのスタートでございます。しかしねここに乙女の駐車場というものがあるんですよ。ここに止めたいと。うわーでもなんかちょこちょことですか車がいるな、鷲津みたいな。ひゃへへへ、これで仲良くダブルクラッシュと行こうぜ竹千代 D。
結構うるさいな。竹千代 D。 さあ行くよ。皆さん行きますよ。心の準備 OK。 車いない、ラッキー。最高。さあ終着は先ほどのレンタカー屋さん、ファンツーレンタカーっていうんですかね、あそこまでの道のり多分10分少々なのかな。雨もね降ってきまして、雨の降り始めは一番怖い。そして落ち葉が落ちているとそれによって勝敗が左右するかもしれない。なんかバンダナ巻いてる人が言ってましたね。いやでも結構道が急だな、この辺。やっぱすごいね。でもやっぱり冒頭で申した通り、なんか峠を楽しむというよりかは国道138号線をゆらりとドライブを楽しむみたいなね感じですね。よってこの右カーブを曲がった先にですねトラックがいらっしゃいますので、まあそうなりますわな。おお、雨が降ってきたね。あ、これ左手なんだろう、ホテルなのかな。さあ2足行くぜバイロー、クソ社会バイローってどんだけ社会にアンチなんだよ。行けー。皆さんも嫌なことを一緒に叫んでいきましょう。行くぜバイロー、どりゃせーの、ウォー、トラックこの野郎。なんかすごいね、緑のレンタルって書いてあって、一回電話してみようかな。緑のレンタル、そしたら何だろう、観葉植物か何か貸してくれるのかな。その観葉植物を借りて、さらにファンツーレンタカーで FD を借りて観葉植物を見ながらドライブするっていうのも面白いかもしれないですよ。今いいアイデア浮かんだね。国道138号線タクシーこの野郎。さあワイングだ。さあ皆さん行きますよ。せーの、ウォーバイロー。よいしょ、いけいけいけ。雨すげえ。いや天気予報も実はしっかり見てきましたので、だいたいこのぐらいの時間に雨が降るなって予想はしていたんですから、よかったよかった。予想通りの展開いいね。なんか予想通りにはまるとすごくドヤ顔になりますよね。さあずっと3速のまんまだ。行くぜ乙女街道。長尾峠を出発したら最初のうちはすごくワインディングが楽しめそうっていう感じですね。いけー。さあ国道138号線、ひたすら仙石原の方に向かっている今日この頃。対向車線は静岡県御殿場インターの方に向かっていく今日この頃。トラックも速いな。さあ天候の方がですね、ところどころ青空が見えておるんですが、これから多分降ってくるんじゃないかな。しかし楽しいな。乙女峠楽しいぞ。いやーみたいな。いやートラックがねもしいなかったらもう少し攻められたなっていう印象は受けますね。あ、でここですね。ここで見晴らしがいいところなんだね。止めてもよかったかな。まあいっか。さあ乙女隧道、この乙女隧道をくぐり抜けた先に神奈川県箱根町なのかな。箱根町じゃないな、南足柄、どこだろう。オグランプ。やばいな、交互しか音にならないかもしれない。
トンネルをくぐり抜けた先すぐ右コーナーになるのでご注意。あれ、標識見えた。神奈川県箱根町、箱根タウンと書いてあります。さあ箱根といえば何を想像いたしますでしょうか。箱根遊覧船、海賊船、箱根そば、箱根神社、いろんなものがありますよね。芦ノ湖もあったり、箱根峠、スカイウォーク、山中調子なんていうものもあったりとかして、なかなかいい今日この頃乙女峠、やっぱりね普通にドライブみたいな感じですから、このような口調で話してしまいますね。さあちょっと緩やかな右カーブの後に左のヘアピンカーブ来たよ。さあ皆さん一緒に行くぞ。せーの、バロー。ムカつくことに対してのバロー。キャンピングカーかこの野郎、ワゴンこの野郎、ハイエースこの野郎。で、これ右曲がると小さな長尾峠でございます。もう一つの長尾峠。でも雨が止んできたな。さあこの下り坂を下り切った先にですね、箱根金太郎ラインの入り口が左手に見えてまいります。入り口が見えましたら乙女峠はこれにて以上と終了とさせていただきたいと。今日この頃って何面白いねすいませんね、なんか変な気持ち悪い笑い方で。さあナビ上で金時神社も見えてまいりましたので、ここで乙女峠の個人的評価難易度を説明したいと思います。紹介したいと思います。難易度 1.5 全然余裕でございます。国道138号線をひたすら走っているだけでコンプリートできますからね。さあ観光スポット、ビュースポット的にはいくつにだかな、3にしよう。そうあえて3にした理由がですね、やはり金時神社たるものが近くにございまして、由緒ある神社でございますから、そこをお参りして楽しむということもできます。さらに長尾峠の入り口ではございますが、先ほどの乙女の駐車場、乙女の鐘というものを鳴らすことができ、とても癒されたひとときを過ごした瞬間でもございましたから、3ということにいたします。さあちょうどですね、箱根金太郎ラインの入り口に差し掛かりましたので、乙女峠以上とさせていただきます。そして右手にファンツーレンタカーを見ながらお別れいたしましょう。こちら右手前方方向、人がおっと86が出ている。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。私の後ろに86がいる。いいね。でももういなくなった。